はい、皆さん、こんにちは。はい、今回はですね、首に負担をかけないための、ストレッチと、エクササイズを紹介していきたいと思います。はい。で、首のね、ストレッチやエクササイズと言いますとですね、当然首周りの筋肉にアプローチするとね、思われる方が多いかと思うんですけれども、ここでね、紹介するものはね、首周りの筋肉というよりはですね、主に肩甲骨周りの筋肉に対してアプローチしていきます。はい。で、その理由なんですけど、ちょっとイラストを見ながらの方が分かりやすいので、はい。これまず背骨があってですね、上に頸椎ってね、あります。はい。で、下に胸椎、腰椎とありまして、構造的に言うとですね、頸椎と、首のね、頸椎と、腰の腰椎はね、非常に動きが出やすいね、構造になっています。はい。でね、その真ん中の胸椎っていうのは動きが出にくい構造になっています。はい。で、話を戻すと、頸椎なんですけど、動きが出やすい、可動性に富むので、要は動きやすいから、動きやすいことで首に負担がかかりやすいというところなんですね。ですから、言い換えると、その動きやすくて不安定な構造になっているので、安定させた状態でね、日常的に、いられるようにね、するというところが目標になります。はい。で、このね、頸椎のね、下、胸椎ってありますけど、この胸椎がね、ある近くで肩甲骨がね、あります。はい。で、ちょうどね、頸椎の土台のような、位置づけで下にね、頸椎のね、首の下に肩甲骨がね、位置としてはあるので、その肩甲骨の周りの筋肉をですね、しっかりストレッチやエクササイズしてやって、筋肉の柔軟性やですね、筋力を回復させてやった方が、結果的にね、首周りの負担が減っていくということになります。ですから、アプローチとしては、頸椎のね、筋肉というよりは、肩甲骨周りの筋肉にね、アプローチしてやっていきたいと思います。はい。じゃあ、イラストありがとうございます。はい。で、ストレッチポールをね、使って紹介していきたいと思います。まずね、ストレッチになります。はい。じゃあ、まずストレッチポールをですね、倒して、はい。これまず上に寝ましょう。はい。で、まず一つ目、はい、ストレッチになります。はい。まずですね、ちょっと肩甲骨を動かしたいので、前習い姿勢取ってから、はい。そこから、はい、万歳するように腕を上げて、そこから外側で円を描くように動かしていきましょう。はい。これでね、肩甲骨を動かす感覚がね、感じられますので、まず、肩甲骨を動かして周囲の筋肉をね、しっかり動かしてやります。はい。で、まあね、実際やられるときは10回ぐらいを目安にしてね、やってください。はい。ここはね、ちょっと紹介なんでね、回数10回やりませんけれども、皆様がやられるときは10回ぐらいを目安にしてください。はい。で、10回やったとします。はい。そしたら今度は、はい。また前習い姿勢から、はい。万歳してください。はい。で、親指が下につく人はつけてください。まあ、つかない人は近づければ結構です。はい。で、まあ、今つけてますけども、つけたと仮定して、そこからですね、肘を曲げながら腕を下げていきます。はい。できるだけ下げてくださいね。はい。戻してください。はい。この動作繰り返します。肘を直角に曲げて動かす。はい。こうするとですね、胸周り、首周りのにね、近いところのね、筋肉が、ストレッチされますので、はい。これでね、首の、頸椎の負担をね、減らすことができる方法の一つです。はい。ですので、このね、ストレッチはぜひ覚えておいてください。ただし、肩周りがね、硬くなって痛みがあるとかね、そういう方は無理してね、やらないでくださいね。はい、結構です。はい。じゃあ、ちょっとそのままでお願いしますね。はい。じゃあ次はですね、今と動きは一緒なんですけど、力を入れていきます。はい。脇のあたりに力を入れます。はい。そこから、下げるときに、小指から3本だけ握った状態作ってください。人差し指以外ですね。握った状態を作って、ちょっとね、強調してみせますね。このように。はい。人差し指以外、人差し指と親指以外を握って、はい、この状態から、はい、今と同じように下げていくと、はい、脇のあたりに力が入ります。これね、肩甲骨を脇のあたりで支えている筋肉に力がね、入ってます。はい、ここに力が入ることで首肩がすくんだりね、しないので、はい、肩甲骨のポジションが安定して、さっき見せたようにね、頸椎のね、負担が減っていくということになります。
はい、これもね、実際やるときは10回ぐらいを目安にやってください。はい、ここでは紹介なのでね、はい、この辺にしておきます。はい、結構です。じゃあ立ち上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。今ね、紹介した、ストレッチポールを使った、ストレッチとエクササイズですね。ストレッチポールさえあれば自宅でも簡単にできますから、ぜひね、やってみてください。ただし、さっきも途中で申し上げましたけど、肩が痛いとかね、もしくはもう本当に首が直接的に痛くて動かしても痛いという場合は、そんな無理してね、やらない方がいいので、あくまで痛みがある程度取れてるとか凝ってるね、そういう症状の時に、やるようにしてください。はい。ではね、また他にも、首やね、肩の負担を軽減できるね、ストレッチやね、エクササイズを紹介していきたいと思いますので、今後もね、ぜひね、よろしく、お願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。